はい、どうもです。今日はですね、夜の港に来てるんですけども、今回狙う食材はですね、とっくりガンガゼもどきでございます。はい、1回で聞き取れた人いないんじゃないかな。とっくりガンガゼもどきでございます。はい。どんなウニかと言いますとですね、ガンガゼね、磯焼けの被害とかでかなり有名になったんですけども、それよりもね、マジでね、めちゃめちゃでかいウニがね、たくさんいるんですよ。で、今日はね、これを取って食べようかなと思います。ちなみにね、今日港でね、潜るんですけども、基本的にはですね、港で泳ぐと船に引かれる可能性がありますんでね、皆さん真似しないでくださいね。僕はね、今回ここの港、誰も船出さないっていうのを確認してから泳いでますから、めちゃめちゃ危ないですからね、知らない人は絶対潜ったらダメです。ということで、早速、取りに行って、念願のウニ丼を食べましょう。さて、久しぶりの夜の海、とっくりガンガゼもどきはいるのでしょうか？夜の海はほとんどの魚が眠っています。奥にいるのはガンガゼの仲間ですが何かはわかりませんね。こちらもガンガゼの仲間。こちらはシマハギ、島ではポピュラーなお魚。若干磯臭さはありますが、唐揚げや煮付けにすると癖になる一品。こちらのお魚は横島玉頭。逃げようとしてますが寝ぼけてますね。そしてこちら、どでかいうんこのような生物。こちらは栗色ナマコ。食べるとケツまで痺れる毒を持っています。さて、ここでマサルが何か発見した模様。何がいるのでしょうか？いたのは毒ウツボ。優に1メートルは超える大きい個体です。テレビのせいでウツボってね、獰猛なイメージがついてるんですけど、意外とね、臆病なんですよ。で、警戒心も薄いんでね、餌あげたりもできます。さて、ここで海の上で何か発見した様子。いたのはカサガイの仲間。こいつも食べると美味しいんですけども、また別の機会にしましょう。さて、ここでようやくとっくりガンガゼもどきを発見しました。いたのは白い個体。かなり大きいですね。潜行開始。がっつりとゲット。で、皆さん気づいたかもわかんないんですけど、ウニってね、動かないイメージあるんですけど、こんな感じで結構ね、夜は活発に動くんですよ。そしてまた見つけた模様。今度は黒いとっくりガンガゼもどき。そして後ろにはまだら模様の個体がいました。そして皆さんここで注目です。こいつの名前の由来、肛門が日本酒のとっくりに似ているんですね。命名した人はめちゃくちゃ酒飲みやったんでしょうね。さて、こちらも捕獲していきます。やはり私と比較してもかなりのサイズですよね。結構でかい。と、こんな感じで1時間ほど撮り続けました。これはまだら模様の個体。全部同じ種類です。さて、それでは陸に戻りましょう。いやー、取れましたね。たった10匹しか取れてないんですけど、一個一個これ 800g ぐらいあるんじゃない？めちゃめちゃでかいよ。これ、夢のウニ丼ができる可能性まである。じゃあね、戻ってウニ丼食おうぜ。はい、それでは戻ってきました。ということで本日はとっくりガンガゼもどきっていう食材ですね。はい。皆さんこんなでかいウニがいるってね、びっくりしたんじゃないですか。このウニはですね、島中どこにでもいます。これどんだけ重いんやっていうのは気になるんで、一旦測ってみましょう。一番でかいとっくりガンガゼもどきをいきましょうかね。でかくない？じゃあ乗せてみます。やばくない？ 465g。 でかすぎでしょ。ちなみに海はですね、日本国内だけで150種類以上、そして世界中には950種類ぐらいね、いると言われてるんですけども、で、その中で食べられてるのが紫ウニとバフンウニ、あと赤ウニ。この3種類だけっていうのはちょっと皆さん違和感を覚えないですか？はい、ということでね、今日はとっくりガンガゼもどき、1回3年前に食べたことあるんですけど、3年前はね、あんまりちょっと美味しく調理できなかったんですけど、今回はね、しっかりウニの調理方法を学んできたんで、絶対に美味しく調理して、今日はウニ丼を作って贅沢をしようかなと思います。はい、ということでね、早速観察していきましょうか。はい、こちらがね、とっくりガンガゼもどきですね。特徴としましてはですね、まずね、巨大すぎて、これ見てください。陸上に上げるとですね、自重に耐えれずね、結構ね、これバリバリとね、トゲが折れてるんですよ。で、この黒いのと
と、白いトゲ、そしてまだらのトゲ。この3色のウニがいるんですけども、これね、全部同じ種類です。で、こいつは自重が重すぎて、こんな感じでね、ぺちゃんこにね、自分の重さで凹んじゃってるんで、水中に入れたものを見ていきましょう。はい、こちらが水の中のとっくりガンガゼモドキですね。普段はね、こんな感じで丸みを帯びています。で、めっちゃ動くんだよね、こいつ。ウニってね、あんまり動かないイメージあると思うんですけど、ちゃんと歩きます。はい、結構ね、移動します。で、とっくりガンガゼモドキの特徴なんですけども、はい、皆さん気づいた人もいるんじゃないでしょうか。この太いトゲとですね、細いトゲがあるんですね。この2種類のトゲを持ってるのが特徴的ですね。で、この細い方のトゲにですね、毒があると言われています。この毒ね、調べてみたんですけども、何の毒かは特定されてないみたいですね。最近磯焼けとかで有名になったガンガゼですらね、別にこういう毒があるんですよってね、毒が分析されてるわけじゃなくて、なんか海洋生物ってね、意外とね、毒があるっていうことは判明してても、何の毒かまで研究されてないものが多いんですよ。オニダルマオコゼとかも何の毒か分かってないです。で、刺されたらどうなるんやっていうことなんですけども、知りません。とりあえず痛いみたいですね。そんな強い毒ではないみたいなんですけども、このトゲはですね、厄介なことがありまして、ちょっと皆さんお見せしましょう。このね、頑丈そうなトゲがね、ありますね、これ。はい。こんな感じで超簡単に折れます。この太い方のトゲはね、毒がないです。細い方のトゲはもっと折れやすくて、刺されるのはまだいいんですけど、刺さると指の中とかで折れるんですよ。折れて一生取れないね、トゲになります。ここがね、ちょっと厄介なところなんですよ。もうとっくりガンガゼモドキの情報いらんと皆さん思ってるかもしれませんけど、まだ続きますよ。なんでとっくりガンガゼモドキ、名前の由来気になりますね。ウニはですね、肛門があるんですよ。頭側っていうのかな。こっちが口側で海藻とかをね、食べたりしてるんですけども、こいつのケツどこにあるんやっていう話ですよ。これね、表側にあります。このウニはですね、陸に上げるとケツが引っ込んでしまうんですけども、ケツがですね、日本酒を入れるとっくりにそっくりやということで、とっくりガンガゼモドキという名前がついております。水中映像だとちょっとね、確認できるかもしれないんで、ちょっと参考画像があればここに貼っとくわ。ガンガゼと見た目がかなり違うのがそこですよね。ガンガゼはね、黄色い目みたいなケツをしてるんですけど、こいつはとっくりみたいなケツをしてます。ウニはケツで名前を付けられると。あと皆さん足見とこうか。はい、これがウニの足ですね。このうにゃうにゃってしてるちっちゃい足を動かして移動しています。ウニはね、そんな動きが速くないんですけども、足はね、結構活発にね、動いてるんですよ。はい、ということで以上が、とっくりガンガゼモドキの生態でした。ということでね、早速、調理していきましょうか。別にこのまま割ってもいいんですけども、刺されたりね、目に入ったりするとめんどくさいんで、とりあえずクーラーにぶち込んでいきます。ちょっと強めにいってもいい？いや、散るからやめよう。危なすぎる。あ、そう。こんな感じで、ちょっとね、置いたりすると、このトゲの角度とかをね、かなり自由自在に変えれるんですよ。昼間はですね、岩のすごい小さい隙間とかに、このトゲを折りたたんで入って、中でね、トゲをバッてね、広げて、外側から取り出せない構造をしてるんでね、もしとっくりガンガゼモドキを取りたい人はですね、夜に取るようにしましょう。とっくりガンガゼモドキに漁業権がかかってることなんで基本的にないんですけども、一応ね、漁協に確認した方がベストですね。では、どうでしょう。うわ、こやつら、トゲが臭いな。まさかこいつら臭いぞ。どんぐらい臭いかっていうと、このゼロ距離でおならされた以上に不快かもしれない。まあでも臭いものほど美味しいっていうこともありますからね。はい、それでは調理していきましょう。ウニと同じですね。もうトゲが取れなかったんでね、全身毒で触れないんで、ちょっとずつ割っていきましょう。口です。ウニの身はですね、黒いから臭いとか、そういうわけでもないんで、色ではね、味の判別つかないんですよ。あれ？こいつ割れてんじゃん。でも、身めっちゃ入ってるじゃん。うわ、これ綺麗にするの大変だな。おー、めっちゃ入ってない？黒いけど。こっからはね、ひたすら割っていきます。ただ単に臭いっていうよりは、なんか毒物的な匂いがしますね。悪い意味で。大丈夫かな？ちょっと待って、まさこ、ほんまに臭い。体調悪くなってきたぞ。臭すぎて。ちょっと待って。昨日の夜、とっくりガンガゼモドキわざわざ準備して取り行ってさ、今朝、もうウッキウキでとっくりガンガゼモドキの情報をたくさん調べてさ、これ割る瞬間までウッキウキやったんよ。あっかんわ、これ。今なんか無数の動物の死体に囲まれてるような気分ですね。じゃあ、次の段階ですね。ウニはですね、生殖巣っていう、卵だったりとか精子を作る期間をですね、食べるんですけども、そこ以外はですね、もう基本的にタップリのどぎつい味がして食べれたもんじゃないんでね、そこをね、綺麗にしていこうと思います。で、これの、をこうします。こうすると、中のウニ汁がいっぱい出てきて、こいつウニ汁あんま出てこんぞ。ちょっと割りが足らないですね。ちゃんと割りましょう。もう一発や。こんぐらいでしょう。こんな感じで割っていきましょう。
うわ、これ 4DX で匂い届けたいな、ご家庭に。この匂いみんなと共有したい。ちなみにウニほどもう味に上下差がある生物もなかなかいないと思います。魚とかね、なんだかんだね、どんなにまずいって言っても味のフォーマットみたいなのあるわけですよ。ウニとかナマコに関してはマジで美味しいやつと美味しくないやつの差が激しい。はい、それではこのウニ汁をきれいにしていきます。さて、綺麗になったんで多分ここで美味しそうになってるはずです。いきますよ、皆さん。気になる中身を見ていきましょう。待って、こいつ結構綺麗じゃない？色。でも色が綺麗だからってウニは美味しいか分かりませんから。このウニの生殖層って真水につけてるとね、溶けて崩れていっちゃうんでね、あんまり真水とは触れさせない方がいいんですよ。はい、ということでですね、一次処理が終わりました。じゃあまずですね、ウニを振ったクーラーから見ていきましょう。こちらです。ドン。まずそうやね。そしてとっくりガンガゼもどきを処理した水、こちらです。まずそうやね。そしてとっくりガンガゼもどきの実、一番気になるところですよね。皆さんお見せしましょう。どうやこれ、めっちゃ綺麗じゃない？そしてね、ウニ水の中にですね、実が落ちてるんですよ。でかくない？ほら、めっちゃでかいし、真水やからちょっと溶けてる。こんだけさばいてたらめちゃめちゃ刺されたんですけど、そんな痛くないですね。毒っていうほどではないです。コロナウイルスのワクチン注射の方が全然痛いわ。じゃあですね、取り出していきましょう。ウニはですね、塩水じゃないとこんな感じでね、これふやけちゃうんでね、塩水を作ってそこできれいにしていきます。そして塩。手で混ぜて汚いとかいうセリフは受け付けないって言おうと思ったけども、最近視聴者の人が俺に期待してなさすぎてこんなことでは何も言わなくなってきた。そしたらこのウニをね、取り出していきましょう。待って、6つ。でっか。こんなでかい実、ニュージーランドのキナ以来だな。はい、取れました。やばくない？鳥が口にさると嫌な気持ちになるんで、しっかりとね、綺麗に取っていきましょうね。こういうね、黒い内臓みたいな部分をしっかり取っていく。これがね、非常にめんどくさいと。そう、こういうのがね、めんどくさいんで、ウニは高いんですよ。はい、2個目。うわぁ、すっごいブリブリやな。で、1つのウニからね、確か5個取れるはずなんですよ。でも3個しかないな。はい、3個でなくなりました。3個しか入ってないですね。見てください。400g のウニから、これ3つだけです。すごいな。日本人でもさ、ウニって美味しいよなーって思って見てても、これをさばくところを見たら、ちょっとウニ、って思うぐらいグロ映像やな。ちなみに紫ウニとかも中身ほぼ一緒です。中身は一緒。臭いですね。あ、臭いって言ったらあかん。臭いって言ったら食欲がなくなってくる。うわなんか手慣れてきたね。うわ、こいつ中身黒いな。黒っ。うわ、こいつ一番綺麗。今までで。外側が一番黒いやつが中身一番白かったですね。人もね、ウニも見た目じゃわかんないですね。うわー、やばい。めっちゃトゲ刺さるな、手に。とんでもない匂いのおかげですごく手が進みますね。早くこのウニの残骸を洗い流したいっていう気持ちが非常に強いですね。結構量多いね。はい、というわけでですね、8匹前後のとっくりガンガゼもどきからなんとこちら、めちゃくちゃ取れましたね。ちょっとこれ匂ってみよう。これが臭かったら怖え。あ、鼻が麻痺してわからん。で、今日はですね、食べ比べということでですね、エゾバフウニを用意してます。見比べてみましょう。こちらです。こちらがエゾバフウニの塩水処理ですね。全然ちゃうな。ちょっと取り出してみよう。開けてみましょう。うわー、全然色ちゃうな。なるほどね。これがウニの匂いや。塩をね、ちょっと流していきましょうね。ちょっと見比べてみましょうか。待って、一番状態のいいとっくりガンガゼもどきにしよう。一番状態のいいとっくりガンガゼもどき。そしてエゾバフウニ。全然違う。うわー、なんか味の想像ができないな。で、こんだけ大量のね、ウニたちを使いまして、ウニ丼を作りましょう。はい、それではですね、ご飯を用意しております。じゃあ、半合ぐらいでいいでしょう。はい、で、ここに寿司酢ですね。で、切っていきます。うん。
OK。はい、では茶碗が見つからなかったのですり鉢です。茶碗がないのにすり鉢がある家で、ここにねウニを乗せていきます。なんかフォアグラみたいな色ですね、色合い的には。まず半分盛り付けて、エゾバフウニも盛り付けていきます。ちなみにこのバフウニは6000円ぐらいでしたね。ということでウニ2色丼完成ですね。食べてみましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。ちょっとね、正直な話、ニュージーランドでキナを食べて以来、ウニが怖いっていう気持ちが半分、びっくりするぐらいまずかったんでね。ただ、めちゃめちゃウニ好きなんで、めっちゃうまいんじゃないかっていう気持ちが半分。いや、めっちゃ怖い。うわ、これ、怖いな。じゃあ、こちら。これで、醤油これにつけよう。ちょっと待って。怖え。匂いく。よし、よし。味の評価としては、腐ったウニに腐った牛肉の汁かけたみたいな味しますね。ギリ飲み込めます。で、めっちゃ水っぽい。ウニの食感ではないですね。醤油かけてライスと食ったらまた違いますから、こんなもん。よいしょ。腐ったウニに腐った肉の汁かけて、それをご飯とかき混ぜて醤油かけた感じですね。あ、それを咀嚼して吐いてもう一回口の中に入れてるような味ですね。死体みたいな味がします。まあ死体なんですけどね、食べ物って全部腐った死体みたいな味がしますね。ちょっとエゾバ風に出してみよう。うわ、これすっごいな。ちょっと待てよ。ちょっとあかん、同じ味や。これ環境が良くないかもね。空間がでもほんまにやばい匂いが漂ってるんで、鼻を抜けていく塩の香りみたいなのがやっぱウニって美味しいと思うんですけど、もう分からんくなってるな。はい、ということで打ち消しましょう。なんか美味しいの食べようとしてたのに打ち消すとか言い出してちょっと意味が分かんないですけど、自分でも。はい、美味しそう。はい、美味しそうですね。いきますよ。気づいてしまった。とっくりガンガゼモドキ、味は美味しいわ。めっちゃ腐った匂いするけど、海苔で相殺したらまずい貝のうまいぐらいまで美味しくなるな。でもこれをわざわざ取ってきてさばいて食べようとはなかなか思わないかなって味ですね。ちょっと後でこれみんなにさ、解体の見てないスタッフのみんなにちょっと食べさせてみて、これが美味しいのかどうかをちょっと判断してもらおうと思います。もうわからん。はい、ということでごちそうさまでした。結論、とっくりガンガゼモドキね、毒があって危険ですし、もし自分の家族がキッチンでとっくりガンガゼモドキさばいてたら俺出禁にするぐらい臭いんで、これ絶対取らない方がいいですね。ちょっと悔しいな、こんだけめちゃめちゃ手間かかったのに。ということでですね、スタッフの人にね食べさせに行こうと思います。うわ、何これ。うわ、くさちょっと待って、これさ、飲み込む前の常人でこの反応。この汁でいいですわ。歯磨きしてるやん。あ、はやさん、ちょっと見た目無理っすね。ほんまに一かじりぐらいでもいいとかうわ、くさっ。ちょろっとで。ペロぐらいでもいいかもしれない。全員こうなる。通常はこの反応になる味です。さっき冷静にレビューしてたけど、正直言います。とっくりガンガゼモドキ過去一やばいかもしれん。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。